こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの毛糸メランジを使って巾着バッグを編んでいきます。使用する材料はこちらです。メランジ2玉、動画ではイエローグリーンの色を使用しています。ダイソーの底板長方形、巾着の紐はお好きなものを使用していただいて大丈夫です。動画ではワックスコード 3mm のものを約 140cm の長さで使用しています。手芸屋さんかネットでも 1m 約100円前後で販売されていますので、もしよかったら参考にしてみてください。かぎ針は7号を使用して編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目は底板に細編み96目編んでいきます。底板のこの部分に針を通します。糸を引き抜いて鎖一つで立ち上げます。一つの穴に細編みを一つ、二つ、一つの穴に細編みを一つ、二つ、この繰り返しで一周編んでいきます。角の穴に来たらここだけ細編みを1回2回3回4回編みます。この後は一つの穴に細編みを1回2回細編みを1回2回、この繰り返しで編んでいきます。角のところに来たらここだけ細編みを1回2回3回4回、角以外のところは細編みを1回2回、この繰り返しでぐるっと一周編んでいきます。
底板に細編みを1周編んできました。1周編むとこんな感じになります。編み始めの糸を処理します。2段目は細編み96目を編んでいきます。立ち上げなしでこのまま細編みを96目編んでいきます。鎖で立ち上げていった方が編みやすい方はそちらでも大丈夫です。編みやすい方で編んでください。続けて細編み96目を3段編みます。3段編むとこんな感じになります。6段目から模様を編んでいきます。1段目の編み図はこんな感じになります。鎖1つ2つ3つで立ち上げ、2つ目を開けたところに針を入れ、長編みを1、2、3、2つ目を開けたところに針を入れ、長編みを1つ2つ3つ、2つ目を開けたところに針を入れ、長編みを1つ2つ3つ、この繰り返しで1周編んでいきます。模様を1周編んできました。最後のところはこの部分に針を入れ、長編みを1回2回、最初の立ち上げ3つの一番上のところに針を入れ、糸を引き抜きます。これで1段目の模様が完成です。模様は全部で32個になります。続けて模様の2段目を編んでいきます。鎖1つ2つ3つで立ち上げ、この部分に長編みを1回2回、この部分に針を入れ、
長編みを1回2回3回この部分に針を入れ、長編みを1回2回3回、この繰り返しで1周編んでいきます。模様を1周編んできました。これが最後の長編み1つ2つ3つになります。最初の鎖3つの立ち上げた一番上のこの部分に針を通して糸を引き抜きます。これで2段目の模様が編み終えました。続けて模様の3段目を編んでいきます。鎖1つ2つ3つで立ち上げ、長編みを1回2回3回、長編みを1回2回3回、この繰り返しで1周編んでいきます。1周模様を編んできました。最後の部分は長編み1回2回、最初の鎖3つ立ち上げた一番上のところに針を入れ、糸を引き抜きます。これで3段目の模様が完成です。続けて模様の4段目を編んでいきます。鎖1、2、3で立ち上げ、長編みを1つ2つ、長編みを1つ2つ3つ、この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。これが最後の長編み3つになります。最初の鎖3つと立ち上げた一番上に針を入れ、糸を引き抜きます。これで4段目の模様が完成です。同じ繰り返しで模様の段をあと4段編んでいきます。動画を見ながら編みたい方は8段目と9段目の繰り返しになるので、そちらを見ながら編んでください。模様の段を8段編むとこんな感じになります。14段目は細編み96目編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの立ち上げのところが1つ目の細編みになります。1、2、3、4、5、6、この繰り返しで
1段96目編んでいきます。細編みを1周編み終えてきました。94、95、96、これで14段目の細編み96目編み終えました。15段目は中編み96目編んでいきます。鎖2つで立ち上げます。これが1つ目になります。中編みを2、3、4、5、6、この繰り返しで1段96目編んでいきます。中編みを1段編んできました。95、96、最初の立ち上げた上のところに針を通して、これで15段目の中編み96目編み終えました。16段目は細編み96目を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖2つの立ち上げたところが1つ目になります。1、2、3、4、5、6、この繰り返しで96目編んでいきます。細編み96目編み終えてきました。これで16段目が完成です。17段目から26段目は中編み96目の段と細編み96目の段を5回繰り返します。動画を見て編みたい方は15段目と16段目の動画を繰り返し見て編んでください。26段目まで編み終えるとこんな感じになります。こちらセリアさんで売られているバッグの持ち手です。この段階で縫い付けてハンドバッグにしても可愛くできそうなので、もし編んでみた方がいましたらハッシュタグけこチャンネルで作品をシェアしていただけると嬉しいです。巾着バッグの編み方に戻ります。27段目は紐を通す穴の段を編んでいきます。鎖2で立ち上げ、これが1つ目になります。中編みを2、3、4、5、6、7、鎖を1つ、1つ目を開けたところに針を入れ、ここから中編みをまた7つ編みます。2、3、
4、5、6、7編んで鎖を1つ目を開けたところに針を入れ、中編みを7つ、鎖の繰り返しを全部で12回行います。紐を通す穴が12個できれば大丈夫です。一周編むとこんな感じになります。28段目から細編み96目を3段編んでいきます。鎖1つ立ち上げ、細編みを1、2、3、4、5、6、7編んで、紐を通す穴のところに来たら鎖のところで細編みを1、こんな感じで編みます。2、3、4、5、6、7編んで1、1、2、3、4、5、6、7、この繰り返しで細編み96目を1段編みます。続けて29段目と30段目も細編み96目を編みます。全部編むとこんな感じになります。最後に縁編みで1周編んで終わりです。これが最後です。頑張っていきましょう。縁編みを1周編んできました。1周編むとこんな感じになります。全部編み終えたところで2玉目のメランジがこのくらい余りました。最後に糸処理をします。完成したバッグにワックスコードを通します。最初に紐を通す場所は真ん中からちょっと左ぐらいに来る穴から通し始めます。このように紐を通していきます。
一周紐を通したらこのように紐を結んでちょっと長めに先を残しておきます。巾着バッグの完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいの大きさになります。長財布も入るのでお買い物に行くのにちょうどいいサイズです。この色なら毛糸素材のバッグですが、季節を気にせず使うことができそうです。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録お願いします。